おっす、こんにちは。亀山明です。本日の動画は、ちょっと恐れ多い動画にはなるんですが、鳥山明先生と豊太郎先生の作画の違いみたいなところを紹介していきたいと思います。実際に書き比べながらですね、その悟空を書く時の特徴がどう違うのかっていうところを、説明していきたいと思います。はい、それではまずですね、左が鳥山先生の書く悟空のベースからやっていきたいと思います。まず輪郭を書いていきます。途中若干書き順が変わったりしてしまうと思うんですけども、ご了承ください。はい、では右側に豊太郎先生が書く悟空のデザインを書いていきます。僕は右利きなんですけども、豊太郎先生は左利きなので、ちょっとその辺までは再現が難しいんですけど、右と左同時に書ければね、最高なんですが、実際にですね、絵のタッチの違いみたいなところに注目していただけると良いかなと思います。だいたい1994年とか5年ぐらいの頃の書き方ですね。Z 時代のベースに近い鳥山先生のタッチを左側に書いていきます。豊太郎先生の耳は少し丸っこいですね。あとはこの耳の中の形の表現が若干違うかなと思います。はい、こんな感じですね。そして前髪、フロントの部分を入れていくんですけど、鳥山先生の書くものはね、直線というよりは曲線ですね。なんかこう先細りしてるような感じで、こう前髪のちょろ毛もプルプルプルっとこうまっすぐではなくて曲がってたりするっていう感じですけど、で豊太郎さんの場合はなんかこうフレームを描いてそこから髪を生やしてるっていうようなイメージですかね。ちょっと伝わるか分かりづらいんですけど、はい、こんな感じです。ちょっとね、参考画像をもとになるべく同じような、なんだろうな、顔の表情になるように描いているので、若干整合性取れてない部分もあると思うんですけども、参考になればと思います。はい、では眉毛の部分を描いていきましょう。で今日はね、完全にニコッとさせるというよりは、なんかこう、なんだろうな、オッスみたいな顔をしてる僕を描いてますね。はい、でこの目の輪郭部分のフレームと、この若干縦長ですね。細い丸楕円に縦長の目で描かれてるのが特徴かなと思います。結構この丸チョンのサイズ感とかでかなり描き分けの時期変わってくるかなっていうので、若干ペンがですね、潰れてて、今少し塗りつぶしてごまかしたんですけど、で鼻が上がって、一番違うのはこのヒゲの描き方かなと思います。鳥山さんは右肩上がりにこうシャシャシャっと重ねて描くんですけど、今からねこっち描いていって分かりやすいかなと思うんですが、豊太郎さん逆掛けに描くんですよね。これがちょっとやっぱり違和感にこうつながったりするのかなっていうところがあるんですけども、で口の部分のこう距離感っていうのが豊太郎さんよりも鳥山さんの方が近いんですけど、なんかこう口角が柔らかい感じに見えるっていうところが、これが表現が難しい部分になりますね。で豊太郎さんの角目は若干丸みを帯びてるような、イメージかなっていうところですね。優しい表情の悟空というか、こんな風に今段差が逆になってますね。そして鼻が三角形のフレームっぽくなっていて、こう口がキュッとニコッと、口ちょっと違う気がするんですよね。はい、こんな感じです。なんとなく伝わるんじゃないかな。どうしてもね、なんかこう鳥山さんが描く感じで描いちゃうので、あまり再現能力高くないなと思いますね。なんか作画監督系の人の絵だと似せられるんですけど、普段描かない人の絵ってちょっと練習しないと無理だなと思ったので今日ちょっとやってみたんですけど、はい、でこんな感じで、胴着のラインとか筋肉も若干こう直線が逆に多いなっていうですね、カチッとしてる感じに描かれてるのが鳥山さんの絵のタッチですね。ちょっとサラサラっと書いて解説飛ばしちゃったんですけど、すいません。では豊太郎さんの方ですね、首のラインがハの字っていうよりは少しこう内側に入ったような感じで、描いてるイメージがあります。でこう肩も少しこう撫で方というかで、ここちょっと失敗しちゃったんでごまかしたんですけど、内のインナーを若干出しますね。こんな感じで。なのでこうアニメとかのイラストに少し寄せてるのかなっていうところが見受けられる特徴になります。こう丸っこいこうカーブを描くようなタッチになってますね。そして、外のフレーム、胴着の部分をこう追加してあげて、同じような感じにしましょうと。でこの大胸筋もこう少しなんかもこっと上に
柔らかくなって、なんか首筋のラインも外にこう若干開いたような形をしているのが特徴かなと思いますね。はい。こっちからちょっと髪の毛描いちゃってるんですけど、右側で描くと隠れちゃうので。で、髪の毛に関しては、ですね、この頭の輪郭が内側にあるとしたら、そこに結構近いところに生え際があるように描きますね。なので、このボコッとしたかまぼこっぽい頭のへこみの部分っていうのが結構、なんだろうな、もう頭の輪郭線を描いた時にかなり近いところで描かれている印象があります。なのでこう頭のサイズがちょっとギュッと締まってるような感じですね。で、鳥山さんはそれに対して結構髪を先細りしてなんかこう散らばせてるような感じで描くので、なんかこう同じように描いてるんですけど、ちょっと印象が違うなっていう風に思いますね。なんかこう完全に当たりを取って描いてるか描いてないかみたいなところの差かなと思うんですけど、はい。で、あとベタの塗り方がこう右側にこうやって塗ってるのと、逆側に下ろして描いてるっていうところが結構大きな違いになるかなと思いますので、せっかくねこう今コミカライズとかで描かれてたりするので、こうそういう部分に着目して描くと、なんだろうな、表現の違いとかっていうのがすごく分かりやすいかなと思います。で、一応ちょっと補足として結構コメント欄とかにね名前が上がってたりするので、こういう動画も作ってみたんですけど、そういうそのなんだろうな、やっぱり鳥山さんだったり豊太郎さんだったりとかみたいなこう方に対してネガティブなねこうコメントを打ってる人っていうのはもう基本的にブロックというか非表示にさせてもらいますので、そういうこうなんだろうな、僕に対してではなくて対第三者とかの名前を出したりっていうのは基本的に YouTube のマナー的にアウトかなと思いますので、そういう人は僕の動画に限らずですね、もう見れないようにしますので、そこだけはもうあらかじめこの動画内でお伝えしておきます。だからね、ちょこちょこいるんでもうめんどくさいなと思うんですけど、あまりこういうこと言いたくないんですけど、なんかせっかくドラゴンボールっていう作品をねこう楽しんでもらいたいっていう風な思いがありますので、そういう方はねどんどんこうネット上から聞いてってくれればいいかなと思ってます。はい。こんな感じでねベタを塗っていけば、ちょっと変なコメントもしてしまいましたけども完成しますので、またちょっと明日以降どんな動画を作ろうかなと思ってますので、ぜひねコメント欄とかでいろいろとリクエストだったりくれたらちょっと参考にさせていただきたいと思いますので、今後ともぜひ楽しみにお待ちしてください。はい。それではね、本日の動画は鳥山先生と豊太郎先生の書き比べをやってみました。ちょっとうまく書けたかわかんないですけども、ぜひ参考にしてみてください。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。バイバイ。